Hello everyone. I'm Kazi Custom. Yes.カイさん、こんにちは。こんにちは。YouTube です。Yes. 今日はゲストに木田さんいただいてます。はい。こんにちは。今日は最近のカスタム品をちょっと紹介してもらえないかなと思って。ありがとうございます。は待ってました。待ってました。はい。とりあえず今回はこちら、左側の黄色いやつですね。なんちゃってっつってね。はい。あれですね。グレーの方でございます。デリバリー版ですね。はい。これはフィル・リールマンがデザインしたデイリー・デリバリーというそう全然違いますね。ミルク版と言われてるような車でございます。いつかな、去年、今年のストリートカーナショナルズの時に、たまたま、これがね、広畑が出たんですよ。で、広畑に合う感じ。で、もうね、今年の4月ぐらいに、ちょっと普通のリペを飽きてたの。で、なんかねえかなと思って、そういえば、昔やったこの、墓シリーズがあったと思って、車が車だけに似合いそうでしょ。だから、で、昔は、この、何にもこう、なんちゅうの、この本当に墓っぽい柄しかつけてなかったんだけど、今回はね、ここにね、デカールでね、カジーカスタムって入れて、で、墓の、こういう装飾が入ってる。屋根もね、この全体的に墓になってんだけど、ここだけデカールの装飾が、あと屋根にちょっと入ってたかな。っていうちょっと合わせ技でちょっとリメイクっぽくで、実はこの作品が14年前に作った作品で、この手法が結構向こうでも受けて、でこれのちょっと違うバージョンだとメカっぽい宇宙船の外側みたいな感じのパターンも作ったりとかして、それでアメリカのコンベンションで賞を取ったりとかで、それもそれでちょっとね、一応この手法としては面白いんじゃないかというんで、たまたま作ってみたんです。そしたらね、意外とね、その時はね、わーってなって、それがじわじわまたね、最近再燃してきて、いろんな型で作れねえかどうのこうのなんて話になってきて、やっぱ知らない人たち、その当時を知らない人たちがじっくり見るなり、やっとこそそういう人たちに拡散されて、そういう話になったかよくわかんないんだけど、今になってきたので、じゃあそれだったらもう一回いろんな車種で作ってみようかなと思いまして、手法としては焼き直しっていう形になるんだけど、デザインなんかは全部変えて作りの、でそれの作り方といえば、剥りますとで、その車に合わせた、これはちょっと違う車種のやつなんだけど、シールを見えるかな、はい、ちょっと埃っぽくなっちゃって、ここ見える。でこれをまず剥った状態で貼ります、はい、このまま素地の上にそれを貼っていくる。はい。したら普通にこれだったらグレーに塗ります。でグレーに塗った後一回クリアを拭きます。で拭いた状態のものを保護したいんで一回拭きます。でその後にデカールを貼ってでもう一回クリアを拭きます。なるほど。でそんな厚くじゃないけどね、要は保護のためにデカールが剥がれないように。そうですね。なんでかっていうと、もう全体的にこの最後に汚しを入れるんだけど、汚しはエナメル塗料で一番塗料の中では弱い性質なんだけど、やっぱり長時間こうつけとくと溶けちゃうのね、下の下地を。だからそのクリアを保護することによってちょっと守りますと、下地を。そうするとこの塗ったやつがこの白が出てこないっていうのかな、で済むんで。でもあんまりしつこくやってるとクリア塗んないで白をやってると塗ってると、汚しをやってると白が出てきちゃうのよ。だからクリアで保護しといて塗っていくと。でそれでこういい感じの汚しにして最後艶消しをかけて完成させて、この当時から本物のスワロフスキーを粒売りしてるから、ね、やっぱ100均なんかというよりはカットが違うからやっぱ綺麗に見える。キラキラしてる。なのでそれを入れましてやってみる。で結構これがね、その時代も含めて一世を風靡したので、ありがたいことになんかいろんな方面でね、この中に鉛を入れたり重くするっていうことをやってる人が多くなったので、相変わらず僕のは重いんですけど、これも結構重いです。おにぎり1個分ぐらいは。だからこれとこのタイプのシール貼って塗ってっていうのは、一般のカスタムちょっと慣れてたぐらいの人でもうまく簡単にできる感じで、より手間感がかかったように見えるから。であと作り終えた時の充実感がね全然違うんで、僕の場合はこの辺と配管パイプワークスの2本立てぐらいで今後は展開していこうかなと。これのね誕生秘話もなかなかでね、最初はフレアとかねトライバルのカッティングを色の塗り分けをするのに
そのためにカッティングの機械を買いましたと。車に貼るシールとか看板とか、そういう仕事が先に入ったの。で、その看板とか車のシールの仕事をやったら、もうすぐに原価償却ができましたと。でも、やっぱり買った目的そっちじゃねえよね。だから一生懸命フレアとか、トライバルの練習をして、この大きさで抜けるようになったと。その時は、履くった後に全部シルバーで塗って、ほんで3色ぐらいでグラデーションかけて、例えば赤、黄色、青なり赤、黄色なりして3色ぐらいやって、炎を張りますと。で、その上に黒なり何なりを塗ると、黒い車で剥がせばそこの色がグラデーションが入るっていう感じで使ってたんだけど、なんかこれだけで終わらすのもったいないな。もうちょっと違う使い方ないかなって思いついたのが、墓の前にそのメカ系の、要は宇宙船の外側が2006年ぐらいか。20年前ですね。そう。で、その当時はサテン調の色も流行ってたから、要はシルバー吹いてクリアの色を入れると、綺麗なオレンジだったら赤だったり青になるじゃない。キャンディーっぽい。その上に今度、艶消しのクリアを入れるのよ。そうすると、サテン調のね、輝きの艶消しのその色になるのね。で、その時に少しクリアがね、その段差を、シールとボディの段差、シールとの境目っていうのかな。そこをね、少し持ってってくれるのね。そこに軽くね、灰色じゃないんだけど、少し筋が入ってくれるの。そうすると機械がガッと浮いてるように見えるから、全部同色なんだけど、凹凸がわかる。でも、結局の話、全部が機械になってます。で、一箇所ぐらいはデカール貼ってあるんだけど、なんかね、物足りなくなってきたのね。時代的にバスとか、これ箱物が流行った時代があったのね。それでぼーっと見てたらさ、あれなんかこれ墓に見えねえ。こういう感じで見ててね。墓に見えねえっつって、墓見えんじゃんみたいな。立たせると。すごい。ほんで、立たない車、例えば55パネルとか、バスなんかもちょっと前つのめりになっちゃうのは、ここの下に台座を作って、そこにこう埋まるようにして、要は、アメリカあたりの、ちょっとね、無縁仏風になった墓みたいな、斜めになっちゃってるような感じのイメージでジオラマをちょっと作ってるみたいな感じでやったりしててっていうのが、流れなんだけど。で、すっかり忘れてて、こいつの登場で、で、広畑も結局、広畑、マーキュリーじゃないから、広畑さんが作ったマーキュリーでしょ。だから広畑だから、どの色に塗ったって広畑なんですよ。広畑のリペでしかないわけです。だから最近のリバティウォークなんかモデル化がすごいあって、GTR の35の GT なんかすごいかっこいいんだけど、けど塗り替えたところでリバティウォークの色替えになっちゃうから、なんか個性出ねえな。じゃあもう思いっきり広畑をシカッとできるぐらいって言った時に思いついたのがこっちで、乗せてみたら意外と。で、これがちょいちょいと後からいろんな人で作ってくれって言われて。受注生産って可能なんですか？可能です。でも基本できる人をやってねっていう感じで、俺としては慣れてるから割とできるな。最初の人はまずシールを貼るところからずれたりなんなり斜めったり、ちょっとしたとこはね、同じものに見えるんだけど、よく見るとちょっと違ってくる。そうですよね。こういうのガチャガチャしちゃうとちょっと一気になんか質感が。なんかシール1個ちょっとでも曲がってても、ちょっとね。おまかし効かなそうな気がします。で、これもね、いつもね、うちに遊びに来てくれるひらちゃんと一緒に遊びに来て、大悟っていう20歳の子がいて、それがデリバンで作りたいんですと。言ってきたから、じゃあデリバンで作るわ。で、じゃあ俺もついでに作るねって言った時にやっぱシールを貼る段階で、やっぱちょっと、しのごの夏だね。だから慣れれば作れるし、要は失敗しても貼り直してまたやり直せばいいから、その一回のこう戻ってやり直すっていうのがリペをするよりももういけるわけよね。で、作品作る時にどこに注力するかって人それぞれ違ってて、最後の墨入れにすっごく手間をかける人もいれば、色をのせる時に手間をかける人もいればっていう時の一番こう行ってこいがやりやすいところ。艶消しだと基本的にその光沢クリアの仕上がりよりもあんまりクリアの乗せ方っていうのが気を使わなくて済むのね。こっちの方が簡単なんですか？そう、乾くのも早いし。だから基本艶消しの作品っていうのは言う人によっては手抜きって言われるパターンもあるのね。だからもうそれを言わしたくないから、もっとその初期段階で手間かかってんだよと。だからこれでこのシールは今抜いてあるの説明したじゃない。
これ人の手で抜くからさ、ああ。結局切ってはくれんの、機械は。だから切ってない状態で抜いてく作業っていうのは手間がかかるわけよ。傾きみたいな。そう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 。だからそれを抜いて貼る。で、まあ、ここまで細かいと、まずは、この概略だけ、真ん中抜かないで、概略だけを、ちょっとこのアウトラインが出るじゃない。アウトラインを合わせて貼って、で、貼ってからちっちゃいの抜いてくる。ちょっとちっちゃいのはもうくっついてるから、持ってかれなくて済むんだよね。だからそういう風にやって、まあまあ育ててきた作品なんで、いいって言われると、ちょっと、ああ、時代経っても分かってくれる人は分かってくれるんだなと。そうですね。そんなんで、この辺抜いてないのがあった。これが色旗色だね。こうなのか。で、サイドがこうか。こうなんか全部切れてる。あ、そうなんですか。よーく見ると、ちょっとね、軽く汚すとね、浮いてくんだわ。光の反射で。ちょっと落ち着かせて。はいはい。その模様が。これをデザイナーで切ってるんですか？ピンセットで抜いてくる。ピンセットで抜くんだ。一応もう切れ目は入ってる。そう。機械が切ってくれるから。機械が切ってはくれんだけど、やっぱ抜く。だから、切り文字屋のステッカー屋が高いっていうのは、細かいほど抜く分量が多いから高いっていう。触ってみてもいいですか？どうぞ。すいません。すごい重いですね、これ。はい。鉛を仕込んでおります。全然違う。鉛入れてる理由で何ですか？やっぱ重いとありがたいじゃない。ああ、そういうことですね。やっぱね、昔からミニカー集めてる人たちからすると、やっぱ重さはありがたみがあるし、持った時にやっぱ高級感がある。ああ、それは確かに入れてますね。でも俺悪ふざけ好きだから、ちょっと重すぎねぐらい入れたいっていう。なるほど。ちょっと重いよねみたいな。どうなってんだ。肩凝るぜ。本来はなんだろうな、一般の人でこのモデルなんかは最近あんま出回ってないから、飽きたらまた塗り替えとかっていう人の場合はバラせるから、要は中を鉄のものでもいいのよ。ナットとか。そうすると安価で手に入るでしょ。はでもこうやって作品として作った場合はやっぱ鉄入れちゃうと錆びるから。どうのこうのってね、錆びてしまうので、だからちょっと鉛、これ手で塗ってですか？はい。このウインカーが細かい。で、一時この丸いデカールとか、そのウインカーすらもデカールで作ってんのね。で、まあうちライトデカール販売してるのもあるんだけど、車種別にライトデカール売ってるんだけど、やっぱね、筆で入れたいんだよね。なんかどっかに人の手が加わってますよっていう。テールライトちょっと出っ張ってるように見えるんですね。出っ張ってます。これは、型によってここではめて前で1個止めなのね。はい。だからケツを引っ掛けてやるから、型によってはそう、すっ飛び出てんのもあんの。こう出てる方が、まずなんか立体感あっていいんですね。本当は多分こう作りたいんだろうけどね。これが正解だと思うんだけど、ものによってはすっ飛び出るのは個体差がある。そう。個体差がある。まあそんなちょっとした。いや、すごいいいものを見せていただきました。ありがとうございます。紹介に預かりありがとうございます。ではまた次の動画で。ありがとうございます。さよなら。はい。